にちは、なぎこです。もう2025年も残り数日となったタイミングでございます。この動画が年内に公開できるかちょっとわかんないんですけど、多分2026年の公開になっている気がする。2025年もいろいろ見てくださって、ありがとうございました。来年も頑張りますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。今回の年末年始はちょっとやりたいことが2つありまして、もうすでに年末年始休暇に入っているのでやり始めてはいるんですけど、どっちの話からしようかな。どっちの話からするか。1つ目がですね、こんなものをですね送っていただきまして、ヴィンテージビジュアルさんっていうエストニアの、会社がですね作っている AGO なのか AGO なのか AGO かな、フィルムプロセッサーっていうデバイスを、これ使ってみないみたいな感じで連絡をいただきまして送っていただいたんですよ。これ何かっていうと、フィルム現像する時にタンクの中に薬液を入れて、これまでだとこういうタンクをですねこうやって振って現像するんですけど、その攪拌っていう作業、あと時間の管理とかをやってくれるっていうデバイスなんですよね。この間1回テストで初めてカラーフィルムの現像を自分でやってみたんですけど、想像以上に普通にできてちょっとびっくりしました。もちろんこのAGOのおかげなんですけど、フィルムに関しては、モノクロだけ自分で現像してたんですよね。なんですけど、カラーはちょっと温度管理とかが大変だっていうのをいろいろ見聞きしましてやらずにいたんですが、で、また詳しくは後日、動画これ単体で撮ろうと思ってるんですけど、年始にこれでカラーフィルムの現像をやってみようかなと思っております。なので年末はフィルムでいろいろ写真を撮ろうかなと思っておりますね。この M3 ちゃんで今後は直カラーネガ現像もやっていこうかななんて思っております。はい。ここにあるのが、この間初めて自分で現像したカラーネガフィルムですね。で、もう一つはこれです。じゃーん。編み物をですね、この年末年始はしようと思って、というかもう始めております。なぜ突然編み物をしだしたかというと、この間ふと三角形の赤いストールが欲しくなって探したんですけど、思い描いていた感じのものが見つからなくて、だったら自分で作ればいいやと思って編もうって思い出したっていう感じです。今こんな感じで三角のストールを編み始めてるんですが、そう、私はもともとですね、学生の頃はお洋服を作る勉強とかしてたのもあるし、母親がそういうお仕事してたっていうのもありまして、昔から手芸とかがめちゃくちゃ身近でして、道具も母親が使っていたものとか、自分で子供の頃使っていたやつとか実家に置いたままになってたので、この間送ってもらったんですね。で、とりあえずテストでこんなありものの毛糸で一旦こんな三角形のストールを編んだりしてましてですね、まだ今ここの端の処理とかしてないんですけど、意外と編めるなと思って。小学生とか中学生ぐらいの頃は結構途中で飽きちゃって大きいものってあんまり編めなかったんですけど、大人になるとさすがにやっぱり忍耐力
みたいなものが身につくんでしょうかね。もうこんなものちゃちゃっと編めたのでありかもと思いまして、早速赤いストールを編み出したっていう感じです。本当は赤いカシミヤで編みたかったんですけど、あんまり好みの色がなくて DMC っていうメーカーさんのサブリムアルパカっていう系統を使って編んでおります。これはね、アルパカ 50%、ウール 50% っていう組成の毛糸です。昨日これ編み始めて、今これ一晩でこのぐらい編んでて、ようやく一玉が間もなく終わりそうなところなんですけど、まあ年末までにこれ編み上がりそうですよね、多分ね。なので実はもう一個毛糸買ってあって、これはカシミヤです。本当はこれの赤系の色が欲しかったんですけど、カーディフっていうメーカーさんのもうカシミヤ 100% の毛糸です。このストールが編み終わったら次これで編んでみようかなと思っています。人生で多分3、4回ぐらい編み物ブームがあったんですけど、やっぱり今は本当にこういう輸入の系統とかもすごいいろいろな種類があって選ぶのが楽しいというわけでね、まずはこの赤いストールを編み上げたいなと思っております。あと毛糸って結構軽いので、なんて言うんだろう、こう持ち歩くっていうのかな、持ち歩くのすごい軽くてとてもいい。カメラ普段持ち歩いてる身からすると本当編み物道具って軽いちなみに今編んでる手編みのニットはこのプチニットさんっていう多分北欧の編み物のパターンを販売してるサイトで、このねソフィーっていうこのソフィーフードとかソフィースカーフとかっていうのがなんかすごい流行ってるみたいで、編み物界隈で。私はこの UMA スカーフっていう UMA だよね、ウーマとかユーマとか、このパターンを購入して編んでおります。初心者向けのレシピというか編みパターンだと思います。日本語ないのでね、細かいところはこんな感じで日本語でジェミニに質問してやってます。すごいんですよ。なんか最初編んだらなんかすごい穴ができちゃってなんか違う気がするんだけどって言ったら、これはなぜおかしくなっちゃったのかまでをちゃんと教えてくれて賢いなと思ってありがたいですね。はい、英語のパターンも AI さんたちのおかげで簡単に編むことができます。ありがたや。はい、そんな感じですね。なのでどのようにこのストールが出来上がるかは乞うご期待ということで、今日も編んでいきたいと思います。っていうかこのリップの色新しいやつなんですけど、めっちゃいい色。3のね新色、多分1月1日発売だったと思うんですけど、ドリームオンアリューリングリップスティック08レッドティー、いい色、ほんと紅茶みたいなめっちゃいい色だ。これは活躍しそうな色だわ。なんというか編み物もですね、キーボードのこうブラインドタッチと一緒で、あまりにも子供の頃からやってるんで自己流感がすごくて、もう持ち方とか指の運び方とか、昔は編み物なんて本で勉強するしかなかったので本当に合ってんのか分かんないじゃないですか今はね YouTube に本当
実際編んでる人の手元を見れる動画がいっぱいあるのでいいですよね。とはいえ私は本当別に編み物が得意とかではないので初心者だと思って見ていただけるとありがたいですが、そう、明日からはですね2泊3日でいつものこだまちゃんと一緒にちょっとした旅に出るのです。特に何をしようとかもあんまり考えてないので、ゆっくり編み物とかするのもいいなと思って、もうねあったかい空間でワイン飲みながら編み物するとか最高ですよ飲むんかいって話なんですけど最高です。進捗です。だいぶ大きくなってきました。毛糸は2玉目に入りました。これ実家から送ってもらったいろんな編み物道具なんですけど、もう年季が入っててすごい母が使ってたやつとかも入ってますね。というかそれがメインかも。今回も土佐の赤牛すき焼き用お肉、今日はすき焼きです。今回も児玉大社長です編み物もだいぶはかどりましていい感じです。じゃあ今年もありがとうございました。赤牛のサーロインでございます。贅沢です。いやー、赤牛は赤牛だね。花木この蔵出し蔵ワインラストにここはサウナがついてる
キャビンなので、みんなは今サウナに入ってます。私はちょっとあんま得意じゃないので、ささっと入って温まってきました。二次会はローストビーフですが、私はもうお腹いっぱいで食べれません。美味しそう。到着ですかね。なんだかんだでスキー場って常に混んでる。今日の意気込みを。とりあえず久しぶりなんで怪我をしないように。はい。安全に。はい。今日の意気込みは。寒い、思ったより。突然の今年初滑りドキドキ。今年っていうか先シーズンも来てないから3年ぶりですよ。あ、やば。2シーズンぶり2シーズンぶりかな。そんなに来てないとは。ここ中山道らしい。今あと2玉目が残りこれだけになったので、だいぶ終わりが見えてきた感があります。年末年始で編もうと思ってたけど、とりあえずこの赤いストールは明日には編み終わりそうな気がする。おお、白米美味しそう。すごいすごい。もう今日も豪華です。今日は海鮮です。大トロにいくらちゃんを乗せちゃう。こちらがネギトロ納豆だそうでございます。親子スペシャル。
ではお世話になりました。明けましておめでとうございます。なんと編み終わりました。めでたい1月1日。ちょっと今くるくるしてるんですけど、これを洗濯して整えます。改めまして、2026年明けましておめでとうございます。年末にですね、前髪を切りに行きそびれまして、長さに耐えれなくなってしまったので、前髪は上げてお届けしております。というわけで、ですね、編み物にはまりすぎてですね、ちょっと笑っちゃう感じになっております。今日この頃。とりあえず赤い三角のストールは編み終えました。いい感じ。ちょっとミスった部分はあるのですが、いい感じに仕上がったのではと思います。今日の格好にはちょっとあんまり合わないけど、こんな感じの。寒い時こうやってやればいいかなと思って作りました。いやー、編み物楽しい。やっぱこの毛糸の赤かわいいですね。ミスった点がですね、多分閉じ目をきつくしすぎて、最後この辺とこの辺をですね、伸ばして、この下のラインをまっすぐになるように整えなきゃいけないんですけど、どうやっても整わなくてまっすぐ。なのでちょっと三角形じゃなくてひし形みたいな感じになっちゃってるんですよね。ほら。でそれがちょっと悔しいので、結局もう一個買ってあるこのカシミヤ毛糸、これを使ってまたこの同じ三角ストールを編んでおります。だいぶもう編んで編み進んでいる。今度はここまっすぐちゃんと揃うように仕立てたい。昔ウール&ザ・ギャングっていう海外のですね、毛糸屋さんのキットを買って帽子を作ったことがあったんですけど、その糸が結構余ってたので、こんな感じのヘッドバンドを作ってみました。ちょうど前髪伸びてたからね、こんなの色違いで作ってみました。ずーっと編み物やってますね、この年末年始。フィルムも1本取り終わりまして、まもなくここに入ってる2本目のフィルムも取り終わるので、これ先日ちらっとお話ししたA5フィルムプロセッサーで2本一緒にカラー現像してみようかなと思ってるんですけど、はい、そんなわけでこの年末年始の近況でございました。早く前髪をきれいにいきたいです。2026年もどうぞよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。いやー、本当にこれは永遠にやっていられるわ。飽きることあるかな。